どう、ケイスケです。ここどこやねんと思ったでしょ。僕もそう思います。はい、こちらですね、今僕メルボルンにおりまして、メルボルンのね、宿のベランダで撮っております。本当はね、公園とかで撮りたかったんですけども、ちょっとね、雨が降ってきちゃいまして、ここになりました。でですね、今日は何の話をしたいかというと、こちら。なんとですね、今一番売れてるスマホジンバルの最新モデルが出たと。しかも今回は2機種。こちら DJI Osmo Mobile 7と、こちらの DJI Osmo Mobile 7P という2機種になっています。で、前のモデルの Osmo Mobile 6、これが一番売れてたってやつですね。それの正統後継モデルということで2つ出た。どう違うのと気になるでしょ。で、しかもスマホジンバルなんてもうほぼ行き切ってるやんと。もうほとんど進化するポイントないんじゃないのと僕も思っていたんですけども、これがあるんですよね。本当にどういうところが進化したのかっていうところも含めてしっかりと紹介しつつ、で、じっくり使ってみて、うわ、これめっちゃええやんというポイントもちゃんとあったので、そこもしっかり紹介させてください。早速、行ってみましょう。はい、ということで改めまして今回ご紹介するのはこちら。DJI のスマートフォンジンバル、Osmo Mobile 7と Osmo Mobile 7P、この2機種を紹介していきます。で、これ何かっていうと、スマホジンバルですね。スマホジンバルそもそも何かっていうと、スマートフォンをこの上に乗っけて、ジンバルはスタビライズしてくれるものになっています。で、とはいえ、今のスマートフォン、例えばね、僕の持ってるこの iPhone 16 Pro とか、めちゃくちゃもう本体で手ブレ補正すごいんですよね。なんで、スマートフォンジンバルいるとか思うじゃないですか。思うんですけども、やっぱり本格的な撮影するなら、いると思います。なぜかというと、そもそもね、スマートフォンの手ブレ補正っていうのは電子手ブレ補正ってやつなんですよ。電子手ブレ補正っていうのは、例えばクロップ、切り取ったりとかして端っこを切り取ることによって拡大して、で、後からソフトウェアで電子の手ブレ補正をするみたいな、そういう方法なんですけども、それよりもこういうジンバルで物理的に手ブレ補正をする方が効きがいいんですよね。効きがいいっていうか、綺麗に補正ができるんですよ。例えば歪みとか、そういうのがなかったりとか、スマートフォンのね、手ブレ補正だと夜撮影した時にちょっとこう画像に揺らぎが出たりとかそういうのがあったりするんですけども、このスマートフォンジンバルを使えばそういうところがなくなると。要はより綺麗に手ブレ補正ができますよっていうのがこのスマートフォンジンバルの強みになっています。あとは動きの部分もシンプルに滑らかで、ちょっとこうクリエイティブな動きをしたいとか、そういう時にどうしてもスマートフォンだとカクカクとなったりしちゃうのが、このスマートフォンジンバルだと綺麗に滑らかに補正ができるよというものになっています。で、じゃあそのスマートフォンジンバル最新作、このね 7P と7どういう風に違うのかっていうところね、気になると思うんですけども、簡単に説明すると、この 7P、こっちが Osmo Mobile 6からすると正統の後継モデルになってます。っていうのも Osmo Mobile 6もこのね、サイドホイールがあったりとか、あとはね、この延長ロードっていうのがあったんですよね。そういう点も含めて綺麗に進化したなっていうのがこっちの 7P の方で、そこからもう少し値段を落としたりとか機能を省きましたっていうのがこの7になっています。なので、例えば本格的な撮影をしたいよとか、この延長ロード使いたいよとか、そういう場合には 7P の方がおすすめで、もうちょい軽く行きたいとか、もうちょい安く抑えたい、最低限の機能でいいよって人は、こっちのね、7の方で十分かなという感じです。ざっくりと概要を説明させていただいたんですが、もう少し詳しく、じゃあ6からどう進化したんですかっていうポイントも含めて紹介していきたいと思います。ケイスケの動画。はい、まず前回のモデル Osmo Mobile 6からどういう進化をしたのかっていうところなんですけども、Osmo Mobile 6もそもそも普通にいいんですよ。もう、十分というか、ただ単に補正するだけならじゃあ十分ですよ。どこ進化させたんじゃっていうと、2個あって大きく。1個がね、これめっちゃいいんですけど、ここね。はい。三脚内蔵されました。これでかい。Osmo Mobile 6の方は三脚別で付けなきゃいけなかったんですよ。で、それがやっぱめんどくさかったのが、もう収納できると。ワンタッチでピュッと取り出せるっていうのがめちゃくちゃ便利。なんでスマートフォンジンバルとしても使えるし、すぐにこうやってミニ三脚みたいな感じで使うこともできるというのが便利になりました。で、これに関してはこっちのね、7の方にも、ミニ三脚が搭載されています。はい。これさ、今使って思ったんだけど、ここの三脚の部分伸ばすと持ち手増えるから使いやすい。これね、伸ばして使った方がいい。で、もう一個進化点がありまして、それがこのスマートフォンのアダプターについてる。これね、見慣れなやつあるでしょ。これね、多機能モジュールってやつなんですけども、これがね、ついてます。これ何ができるかって話なんですけども、こうやって、よいしょ。展開しますと、そうすると電源がつきます。なんとですね、これよく見ると、カメラみたいなのがここについてるんですよ。
で、ちょっとね、察しのいい人は分かったかもしれないんですけども、このカメラによってトラッキングができるようになりました。前の Osmo Mobile 6までは、純正のアプリケーションを使わないとトラッキングっていうのがなかなかできなかったんですけども、それがこの多機能モジュールを使うことによって、ネイティブアプリ、要は iPhone の純正アプリだったりとか、あとはブラックマジック感みたいなね、他のアプリケーションでもトラッキングができるようになりました。というか、アプリケーション関係なく、もうこの多機能モジュールが付いてる状態であれば、ずっとトラッキングしてくれるので、もう対応アプリとか関係なく、これでね、トラッキングしてくれます。これ便利。で、他にもライトがあるので、いくよ。ほら、こうやってライトが付けられたりとか、あとはワイヤレスマイク、DJI マイクミニってやつがあるんですけども、それと接続ができたりします。で、これがね、大きな違いかなと思います。で、Osmo Mobile 7の方も使えはするんですけども、もともと付属してるわけじゃないので、別途ね、このアダプター自体を買わなきゃいけないという感じになります。Osmo Mobile のね、アダプターがこれで、ここのね、Osmo Mobile のアダプターの方には接点が付いてないので、多機能モジュールが直接付けられないということになるので、別売りっていう感じかな。で、じゃあ、Osmo Mobile 7と 7P はどう違うのって話なんですけども、違うところいろいろあるんですが、機能的に違うところで言うと、3つぐらいかな、あって、1個はサイドホイールの有無。サイドホイールがね、あるのが 7P で、ないのが7。で、もう1個は延長ロッド。これは7の方には付いてないです。で、あとは多機能モジュールですね。これは7の方でも使えなくはないんですけども、別になっちゃうので、基本的には最初から付いてるわけじゃないという感じになっています。で、価格もちょっとだけ違って、7の方が13,000円ぐらい。で、7P の方が18,000円ぐらいっていう感じになるんで、多機能モジュールとか使いたいんであれば、5,000円ぐらいね、プラスして 7P の方を買った方がいいのかなっていうふうに個人的には思います。もう最低限でいいよっていうんだったら、やっぱりね、ちょっと軽いっていうのもあるので、7でもありかなという感じです。重さの差測ってみたんですけども、7の方が 280g ぐらいで、7P の方が 320g って感じなんで、40g の差なんでね、そんなに大きいわけではないんですけども、もっともっと軽くいきたいよ、もう少しでも軽くしたいよって人は、7の方がいいかなと思います。はい、使い方も紹介していきたいんですけども、使い方は本当に簡単で普通のスマホジンバルと同じなんですが、まずはアダプターをスマホ側にセットしますと。このね、多機能モジュールみたいなのがスマホのね、左側に来るといいのかなと思います。で、これをジンバルにカシャとつけます。で、そのまま立ち上げます。すると、もう、電源がつきます。はい、こんな感じ。で、電源消すときはこのね、M のボタン。このボタンが電源なので、これを長押ししてあげると電源が切れて、そのまま折りたためば完了としまうことができるって感じになります。で、一回繋げちゃえば、このジンバル側とスマートフォンっていうのは Bluetooth で繋がってる状態になるんで、このね、下のところからレックとか、そういうのができたりします。あと使い方わかると思うんですけども、M ボタンを押すとモードが切り替わります。パンフォローっていう横にだけ向くモードとか、斜めまでいける FPV モードとかね、POV モードかな。そういうモードとか切り替わったりとか、右下のこの、ループみたいなボタンですね。これ1回押すと前後のカメラが切り替わったりとか、2回押すと縦横が切り替わったりします。これも便利ですね。で、サイドホイールに関しては、長押しするとライトがついたりとか、で、回すとズームができたりとか、そういう機能があったりします。この辺の機能に関しては、全部ね、チュートリアルが DJI Mimo のアプリ経由すると全部見れるので、そんなに問題ないかなっていう感じです。で、さっきのね、多機能モジュールのこのトラッキングオンにするときは2種類方法があって、1個はこのトリガー、ポチって押してあげると、ここがね、緑に光ります。そうすると、もうトラッキングができている状態になるので、これで動いたらトラッキングができるという感じです。で、もう1個はジェスチャーの操作ができて、ここのカメラを向けた状態で、こうやって手を広げると、これでもトラッキングがオンになります。2種類方法があるという感じですね。で、操作的にはざっくりこんな感じなんですけども、この DJI Mimo のアプリ今回結構すごい機能があって、それがこれなんですけども、撮影補助みたいな機能。この機能結構すごくて、機能っていうか、アドバイスみたいなやつなんですけども、これで撮影すると簡単にそれっぽい動画が作れるんですよ。で、例えば都市とか公園とかいろんなシーンに分かれて、こういう撮影するといいよみたいなアドバイスが入っていて、じゃあこの素材撮りますみたいな感じで適用っていう風にすると、どういう風に撮ればいいかっていう、要は撮影の裏側みたいなのをね、表示しながら、こうやって撮るみたいなアドバイスを受けられるみたいな感じになってます。これいいよね。っていうのも結構僕自身もどういう風に撮影しようかっていうのをある程度決めても、どこをどう撮影するか忘れちゃう時っていうのがあるんですよね。なので、こうやって忘れないように、もう目の前でアドバイスしてくれるの結構助かります。で、実際冒頭の動画ね、作ってみたんですけども、それもこのアドバイスを元に実は作ってみました。
編集自体は自分でしてみたんですけども、編集ももうアプリ任せっていうこともできるので、もうなんか簡単に映像を作るためのアドバイスが欲しい。全部やって欲しいわけじゃないんだけど、アドバイスが欲しいシーンっていうのが結構あるので、そういう時にかなりいいかなと。もう簡単にできるだけじゃなくて、普通に自分で上達ができるっていうのもいいのかなと思いました。ケイスケの動画。はい。で、ここからはですね、実際に使ってみて良かったところとか紹介していきたいんですけども、まずは、やっぱ、滑らかですね。ジンバルの普通に機能的にアップしてると思ってて、結構僕ね、昔のスマホジンバルとか使ったんですけども、なんか可動域がちょっと狭かったりとか、うまーくなんか補正できないイメージがあったんですよ。だから正直スマホジンバルいるかなって思ったシーンもあったんですけども、かなりその辺動きが良くなってます。本当に。いつからかこのスマホジンバルっていうのが3軸になっていて、3軸ってね、ここと、ここと、ここの3軸なんですけども、この3つの軸で手ブレ補正をするので、かなりこう複雑な動きでもブレが抑えられやすいというものがあります。で、プラスして、ここのね、要は、この180度軸っていうのかな。ここの軸が、こんな感じで180度回転するんですよ。で、これ何がいいかっていうと、今回から多機能モジュール、このトラッキングが追加されたんで、別に自撮りするときにこれじゃなくていいんですよ。要はアウトカメラの状態、もう完全にアウトカメラの状態にしちゃっても、これでトラッキングをしてくれるはずなので、もうこの状態、アウトカメラの状態で動画が撮れちゃう。で、アウトカメラの方がやっぱり基本的にスマートフォンで画質がいいじゃないですか。だからより一層画質がいい状態で自撮りができたりとか、友達とこう自撮りするときにこうやってね、延長ロッド伸ばしてトラッキングしておけば、ね、いい感じに自撮りができちゃうっていうのも、これもやっぱ便利だなというふうに思いました。ほんとね、使ってて悪いところ、あんまないんで、じゃあ特筆してっていうと、あとバッテリー持ちがいいところ。10時間今回持つらしいんですよ。バッテリーが10時間ぐらい持って、しかもスマートフォンに充電ができるという機能がついてるんで、本体に繋いでもいいし、この多機能モジュールに繋いでも充電っていうのはできるようになってるんで、なんかスマホの電池切れそうだなって思ってる時は、これをね、モバイルバッテリー代わりにしちゃうっていうのもありかなと思います。で、そんな感じで結構僕的にはハマってて、最近スマホジンバルいろいろね、使ってるんですけども、今回のこれも OZO Mobile 7 7P もかなりいいなと思っています。ただ、一応ね、気になる点とか注意点っていうのもあるので、そこもご紹介しておきます。で、いろいろある中で注意点紹介していくんですけども、注意点1個が、注意点っていうか気になってるところなんですけども、僕使ってないんで、マグネットマウント。スマートフォンのマグネットマウントっていうのがおそらくあるはずなんですよ。iPhone とか繋ぐときって、こうマグセーフっていうね、後ろにマグネットがついてるから、そこにプタッとくっつけて、で、その上にこのね、ジンバルをくっつけるみたいな、そういう形になるはずなんですけども、そのマグネットマウント便利なんですが、それを使う場合に多分ね、このね、多機能モジュール使えないんですよね。だから、これを目当てに買うっていう人は、マグネットマウントが使えないってことは覚えておいた方がいいかもしれない。結構その1個前のモデルとかだと、マグネットマウント使ってた人っていうの多いと思うんで、それが多機能モジュールと併用できないっていうのが1個懸念としてあります。で、あと DJI Mimo のアプリ以外の話なんですけども、例えばね、Apple 純正のカメラアプリとか、そういう場合ですね、レックのオンオフっていうのはできたんですけども、このね、前後の切り替えのボタンとか効かないんですよね。サイドホイールで本来ズームとかできるんですけども、この辺は DJI Mimo の限定の機能らしくて、今後ね、アップデートとかで追加されるかもしれないんですけども、今のところは純正アプリでは使えないというのが1個注意点です。で、最後もう1個だけ注意点なんですけども、このね、ジンバル側からスマートフォンに充電できるって話したじゃないですか。で、なんですけども、逆にジンバルを充電したい場合、僕ね、モバイルバッテリーで充電しようとしたんですけども、モバイルバッテリーの出力が弱いやつ使っちゃうと、おそらくね、こっちからモバイルバッテリーを充電しちゃうんですよ。だからこのジンバル自体を充電する場合は、モバイルバッテリーでは多分使えないというか、家にね、あるコンセントとかで充電するしかないという感じになります。逆にね、モバイルバッテリー使うときは、モバイルバッテリー側に給電しちゃうっていうのを一個注意点として覚えておくといいのかなと思います。これちょっと厄介でしたね。ケイスケの動画。はい、ということでいっぱい喋ってきちゃいました。ほんと結構使ったんで、いいところも悪いところもいっぱい見えてきて、もう全部喋っちゃいました。いろいろ語ってきたものの、やっぱ2機種あるっていうのが僕結構嬉しいなと思ってて、選択肢あるってなんか良くないですか？スマホのジンバルってどのぐらいかけるか問題もあって、本格的に撮影するんなら、2万とかかけても安いかなと思っちゃったりするんですけども、じゃあ自分そんな本格的に撮影しないわっていう人も多分多いと思うんですよね。そういう人にとっては、このね、1個低いモデル、なんなら別に機能的にも劣ってるわけじゃないし、さっきの多機能モジュールっていうのを別売りで買えば、
後で追加できるっていうことを考えたら、最初の初期投資を抑えてこっち買っちゃおうっていうのも結構ありだと思うんですよね。なのでこういうね、ユーザーに選択肢があるのはすごく嬉しいなと思います。ぜひね、スマホジンバル悩んでる方は、間違いないアイテムだと思うんで、ぜひ買って新しい撮影にチャレンジしてみてくれると嬉しいなと思います。どうも、ケイスケです。今日はですね、オーストラリアのメルボルンというところのフィッツロイという、ちょっとおしゃれなね、街を歩いております。で、今日はですね、何がしたいかっていうと、はい、このカメラですね。ハッセルブラッドの 907X500 じゃない、CFV100C かっていうカメラを持ってきました。特にこのね、先端についてる 90mm、このレンズをですね、今日試したくて持ち出しておりますので、これでちょっと撮って手元も映しながらレビューしていきたいと思います。カフェかな。最近ね、立てて撮るのハマってんすよ。いいよ。今回のアイテムについては概要欄に全部貼っておりますので、ぜひチェックしてください。ということで今回の動画この辺にしたいと思います。今回の動画いいと思ってくれた方は高評価ボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それと写真動画好きのコミュニティ屋根裏もやっておりますので、ぜひ興味のある方は入ってくれると嬉しいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあね。